やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、キウィイヤーズのオーチェストラライト。ライトっていうくらいだから、ライトじゃない激重イヤホン、オーチェストラも存在する。今回は、何がライトになったのか、というと、これは重量という意味じゃなくて、経済的負担。つまり、手に取りやすさがライトになった。ベースとなったオーチェストラライトは、こだわりの製法の結果、$500クラスのイヤホンになっている。キウィイヤーズで一番有名だろうモデルである、5000円程度で購入できる家電ザが10台買えちゃうモデルだ。対してこのオーチェストラライトは、$250と半分のお値段で購入できる。これだけ価格差が生じたのは、使われている BA や素材による製法の複雑さとかが影響してる。本家オーケストラの構成は、8BA。今回のオーケストラライトも 8BA なんだけど、その内訳は、オーケストラが総2音とノールズに BA をそれぞれ低域、高音域に配し、中音域に 4BA のカスタム BA を配置しているのに対して、高音域に、中音域4、低音域2の構成なのは変わらないんだけど、高音域がノールズブランドのものから、カスタム BA に変更。中音域は、どちらもキウィイヤーズカスタム BA が4台。そして、低音域は、ソーニオンのものが使われていたのが、ノールズブランドのものに変更になってる。ソーニオンは安いラインナップのものを見かけないので、結果、内部の素材の価格差で、お値段を下げつつ、近い機種の BA を組み合わせて、お安くなってるけどかなり近いイヤホンに仕上げたったぞ、という代物みたい。また、オーチェストラは高価なイヤホンだけあって、光によって、真っ黒なイヤホンから、美しいブルーが浮かび上がる、という視覚的特徴も持っていたんだけど、オーチェストラライトは、形状、外装ともに、オーチェストラとは別物だ。ここら辺が価格の違いみたいだな。とはいえ、ほとんどの人は色が変わるというアドバンテージに$250追加で払わないと思うので、よりユーザーが欲しいものを、欲しくなる価格で幅広い人にお届けしよう、というコンセプトが、このオーチェストラライト、というわけだ。8BA で$249は、実際この手の低価格モデルとしてもかなり頑張ってると言ってよい。DRN と KZ？ あいつらはさ、ほら、DRN と KZ だけの世界で戦ってるから。オーチェストラライトは、3D プリンタじゃなくて、あえてシェルを手作りしてるのも、価格差の理由だと思うな。パッケージ内容から見ていこうか。割かし$250クラスとしては小柄なパッケージ。付属品はしっかりしたポーチ、低価格中華の付属品とかで見かけるイヤーピース、そしてケーブルのみとシンプルだ。イヤーピースは2種類付属するんだけど、平均的な仕上がり、別売イヤーピースみたいなグリップ力とか、弾力とかは特に感じないな。中華イヤホンによくついてくる謎イヤピだ。本体は 8BA ということもあって、結構大きめ、音同感で、高音、低音、中音域が分離されていて、この手のフル BA イヤホンとしてしっかりとした作りを感じる。ネットワークボードを含んでいるので、ノイズなんかにも強そうだ。それと、この手のレジンシェルの中で、久しぶりにレジンが完全に充填されてる。なので、ちょっぴり重い。ただ、レジンの充填率が高いイヤホンは、結果としてレジンが耳に対する壁になるので、周囲の音が入り込みにくくなる、より集中できるイヤホンになることが多いな。付属のケーブルは、キウィイヤーズの提供するスペックで、ナナン無酸素導ケーブル。この見た目で銀メッキじゃないのか。この手のレジンフル充填のイヤホンらしく、装着すると周囲の小さな音は聞こえなくなる。代わりに密閉されるので心音とかが無音時に聞こえてきたりするレベルで密閉される。周囲が騒がしいけど、アクティブノイズキャンセリングは苦手、という環境で使いたい人なんかにおすすめだな。フェイスプレートは写真だけだとよくわかんないかもしれないんだけど、ここもすごく丁寧に手作りされてて、綺麗な流体模様と、少し透明度の組み合わせである、グリーンとブルーの2種類がラインナップされてる。ビジュアルは、多分実際に手に取った時の方が、反則用の CG よりも見栄えがいいと思うな。本体側のパーツは完全に透明な樹脂製で、中身の BA がしっかり見えるようになってるぞ。というわけで、お値段半分版、と言いつつ、付属品はバッサリシンプル、だけど本体の質感はいい感じ、ケーブルの取り回しも良好だ。ただし、若干本体に重量があるイヤホンなので、付属のイヤーピースだといまいち装着がしっくりこなかった。一回安定しちゃうと、ずっと安心して聞いてられるんだけどな。なので、今回は中華イヤホン沼から引っ張り出してきた、写真の激安イヤーピースを使ってみた。付属品より硬いので、装着がしっかり安定したからな。普通のイヤーピースなら、ほぼ間違いなく密閉は取れると思う。というわけで、音色について話していこうか。オーチェストラライトは、2BA4BA2BA の 3way 構造になっていて、中音域に音色の厚みを集中させる仕上がりになっている。なおかつ、高音域と低音域も複数の BA ドライバが乗っかる仕様になっているので、全体的に厚みのある音が出そうな仕様だ。それじゃ、全体的に聞き直して、評価してみようか。音色を聞いた感想は、
すっきりくっきり。8ドライバともなると、それぞれのドライバの音が干渉しちゃって、厚みを通り越して分離管にベールのようにかかっちゃう機種も多いんだけど、オーチェストラライトは高音域側の表現がしっかり立っていて、丸まりすぎてる感じはない。でもって、高音域も 2BA なので、妙に尖った音とかは聞こえてこないんだ。この価格帯のイヤホンというと、どんな曲でも再生できる汎用性と、それから、完成度を持っておいてほしいところなんだけど、フル BA イヤホンの、レジンシェルの白物で、この価格帯というと、基本的に、従来は、量感とか、反響の表現力の代わりに、高音域を失ってるか、あるいは、その逆で、高音域がめちゃくちゃよく聞こえるんだけど、サブベース帯に違和感があったりとか、そういうモデルも多かった。というか、2020年くらいまで流行してた、ショップブランドのマルチドライバーイヤホンって、大体そんな感じで、個性に惚れた人が買う、結構ピーキーな白物が多かったんだよな。このオーチェストラライトは、高音、低音まで幅広く出せるタイプの BA イヤホンで、サブベースにも違和感がない。もちろん、ダイナミックドライバーモデルに比べて、衝撃感とかそういうものは少ないんだけど、その分丁寧に音をこなしている、BA イヤホンらしいバランスでもある。低音域は、しっかりとサブベースを表現しきれるので、BA イヤホンでそこが心配な人にも安心だ。高音域は、金属音などもしっかりとこなせるバランスなんだけど、BA を2台並べて使ってるからか、鋭い音色に関しては緩和されて、聞き取りやすい。だと、音の分離感はそこそこなのかなと思いきや、内部に反響を生み出す空間が最小限しか存在しないので、ビシッと音が止まって他の音に被らない印象だな。なので、あっさりした音とかもこなせる。加えて、中音域の 4BA。この手の超マルチドライバーイヤホンは、BA の音を重ねて深みを生み出す、というのがうま味ポイントの一つだと思うんだけど、オーチェストラライトは、高音域、中音域、低音域に、マルチ BA らしい深み、温かみを適度に付与していて、そればっかりにもなりすぎない、良いバランスに仕上がっている。具体的な例を挙げるとすると、オーディオセンス T800 に、適度な淡白さと高音のキレを付与したような音。KZ-AS16 Pro 若干ニュートラルなバランスにして、値段分丁寧にして、不要な反響などを取り除いたような音。ヒディズス MD4 の、中低音域から低音域がボリューミーなバランスを、サブベース側まで伸ばしたような音。そんな塩梅だ。単体で表現すると、何でもこなせて、あっさりとした音も出せるし、高音も明瞭なんだけど、高音は、2BA 使ってる分、1BA の高音よりも丸みや厚みが欲しいところにちゃんと対応できてて、全体に、程よいバランスで、上下の出し切れてない感じもない。加えて、空間も適度に距離を感じるので、レジンの充填量が多いフル BA イヤホンでよく感じる閉塞感を感じない。優秀。今までのこの手の BA イヤホンは優秀で終わってたんだけど、そこに加えて、空間表現の能力も加わって、さらに、今までの優秀と、表現してたイヤホンより、高音域側が自然に感じられるので、なるほど確かに、名前の通り、オーケストラなんかの表現に向いた一台だと感じたな。以前、ENEW-i912 の時にも、オーケストラ向き、という表現でレビューを締めた記憶があるんだけど、こちらは、より汎用性があるのと、BA イヤホンだから、と妥協していた超低音域や、中音域をボリューミーに表現するために、ちょっと丸くなってた高音域がちゃんと表現できてるので、何でもこなせて、特にオーケストラ等の大編成、実際の演奏なんかに相性の良い一台になっている。ぶっちゃけると、以前のオーケストラ向け大編成 BA イヤホンって、EDM みたいな麻薬の聞き所のある曲だと、必ず高音か低音に不満があったんだよな。オーケストラライトは EDM 向けのバランスではないけど、EDM を再生しても全く問題なく再生することができる。もっと雑だけど EDM とか聴けるイヤホンが欲しいなら、KZ の AS19 ロットとか BA10 生産終了とか、C オーディオブレイブリーとかだな。他にいくつか、手元の BA イヤホンと比較して、レビューを締めよう。このイヤホンに一番近いのは、実はフル BA イヤホンじゃなくて、AFUL のパフォーマー5とか、現ハイファイの T4 プラスとかみたいな、サブベースが出すぎず、高音も程よいバランスに収まっている1ダイナミックドライバとかハイブリッドだと思う。これで、よりサブベースが適量なってくれるのがオーチェストラライトという印象。一瞬、ベースブーストな曲が聞こえるまで、これフラットなバランスのハイブリッドだったっけって思うようなバランスだ。当チャンネルで一番出番の多い BA イヤホン、C オーディオブレイブリーは、4BA、8BA のオーチェストラライトと比較すると、よりメリハリの効いたバランスと、BA 数の違いから、全体にハキハキと音が鳴って、より感触。同じ 4BA のヒディズス MD4 と比較すると、あっちはウォームでサブベースが出てないんだけど、残響の残し方に特徴があって、あれはあれでオーケストラとかジャズが気持ちよく聴けちゃうんだよな。これらのイヤホンと聞き比べて、余計にオーチェストラライトが、全域を過不足鳴らしている印象が強まる。低価格だと定番の、
TRN-BA8 と比べると、BA8 がかなり金属質なサウンドであることを意識させられるはずだ。また、低音域もオーチェストラライトの方が力強く出ていて、BA8 がかなり TRN の性癖に流されてるモデルであることを再確認できる。この手のフラット系で低価格イヤホンの代表的なところ、というと、TRN-BA15 が浮かぶんだけど、あれが一番このオーチェストラライトに近いんじゃないだろうか。ただし、オーチェストラライトの方が、より暖色の音色を表現することが得意。より、自然でありながら分析的に聞きたいときは BA15 がおすすめなんだけど、こちらの方が、ボーカルの厚みとかそういう表現力では上手に感じるぞ。というわけで、オーチェストラライト、他のイヤホンと聞き比べるほどに、コークがニュートラルなんだなぁ、と再認識させられる一本。つまり、それだけ過不足なく、すべての要素を網羅した、まさしく、足したような楽器が大量になる、オーケストラに向いてるイヤホンだ。もちろん、ここでいうバランスの良さはリスニングイヤホンとしてのバランスの良さだけども、AS16 Pro のステップアップ先を探している人にも、オーチェストラライトが正解になりそうだ。$250という、頑張れば手が出る値段、かつ、その上の音質を引きずり下ろしてきた、オーチェストラライト、ウィッシュリストに放り込むのに不足のない一台だぞ。おすすめだ。といったところで今回はここまで。